休憩おしまい。早く戻って、そしたら次のメニューやらなくっちゃ。頑張れライス、頑張れー。ああ。そばを走ってたばっかりに学園まで戻るのこんなに遅くなっちゃって、本当にごめんなさい。ライスのせいなんです。ライスはすぐみんなを不幸にしちゃうダメな子だから。ごめんなさい。でもライスがいなくなれば大丈夫ですから。それでは。さっきの人、こんなに遅くなっちゃって大丈夫だったかな。お腹ペコペコになっちゃってたり、見たいテレビ終わっちゃってたりしたらどうしよう。本当にダメな子だな、私。でも頑張らなきゃ。次の選抜レース出るって決めたんだもん。ちゃんと出て、ちゃんと走って、それでちゃんとデビューして、いっぱい活躍して、ダメじゃないライスになるんだから。トレーニングしなくっちゃ。頑張れライス、頑張れー。おー。学級委員長たるこの私があなたの出走が近いことをダッシュでお知らせしに参りましたよ。そういう桜爆心王さんこそ次のグループですよね。出走準備お早くお願いします。ライスシャワー、とうとう選抜レースまでボイコットか。資質としてはいいものを持っている子なんだがな。そもそもレースに出たがらないのでは資質以前の問題ですね。あなたはこの前の。
そばにいたらまた不幸にしちゃう。また迷惑かけちゃうよ。ライスがダメな子のせいで。ライスもダメじゃないライスになりたかったけど、頑張ろうってレース出ようって思ったけど、結局でも頑張らなきゃ。次の選抜レース出るって決めたんだもん。ちゃんと出てちゃんと走って、それでちゃんとデビューしていっぱい活躍して、ダメじゃないライスになるんだから。やっぱりライスなんか。スカウトってあなたがライスのトレーナーさんに。ライスはとっても嬉しいけど、でもライス本当にダメな子だよ。いっぱい迷惑かけるし、まともにレースも出られないのに。それでもいいの？はあ、すごいお兄様みたい。ごめんなさい、なんでもないの。それじゃあよろしくね、トレーナーさん。ライス頑張るね。うんしょうんしょ。待たせてごめんなさい。トレーニングよろしくお願いします。いろいろ良くないことが起きた時のために準備してきたの。転んだ時の絆創膏とかテーピングとか、急な雨の時に使う傘とか着替えとか、帰り道で遭難しちゃった時のためのマヨネーズとか。初めてのトレーニングだから迷惑かけないようにしようって思ったんだけど、変だった？ライスね、小さい頃からずっと不幸なことばかり起こしちゃうの。一緒にいる子が転んだり、靴ひも切っちゃったり、ひどい時は鳥の糞を頭に落っことされちゃって。ライスはいつもみんなに迷惑かけちゃうダメな子なの。おしゃべりしすぎちゃった。ごめんなさい。トレーニングお願いします。タイムどうだった？本当？よかった。トレーナーさん、もう一度走ってきてもいい？ライスはまだ全然元気だよ。走れるよ。さっき教えてもらったカーブのコツ、もっと確かめておきたくって。ピッチを速める感覚ちょっと分かってきたから。ダメかな？もうお日様沈んじゃいそう。全然気づかなかった。
ずっとワクワクしながら走ってたから。楽しかったよ、すっごく。トレーナーさん優しいし、やっぱりお兄様みたいで。ごめんなさい、お腹さん。C だよ、C。トレーナーさん、何でも好きなもの食べていいって本当に？何でも何でも何でもか。爆盛りメガ本日分ラスト1杯終了です。また明日のお越しをお待ちしております。いいの？じゃなかった。トレーナーさん、こんにちは。絵本だよ。一番お気に入りの幸せの青いバラっていう絵本。お話はね、バラがたくさん植えられたお庭から始まるの。色とりどりのバラたちが訪れる人みんなに幸せをくれるお庭。でもね、ある日そのお庭に誰も見たことのない真っ青なバラがつぼみをつけたの。そしたら周りのバラたちもお庭を見に来た人たちもみんな、青いバラなんて気味が悪い、きっと不幸の花だって。そのうち青いバラ自身も僕はダメな花なんだって思って、だんだんしおれてきちゃうんだ。でもね、ここで終わりじゃないんだよ。しおれた青いバラの前にお兄様が現れるの。そう、心の優しい、とっても穏やかに笑う人。その人は青いバラのつぼみを見つけてすぐに笑顔でこう言うの。やあ、青いバラだなんてとっても素敵だ。きっと綺麗に咲くに違いない。ぜひ買い取らせてください。それでね、しおれかけてた青いバラは鉢に植え替えられて、お兄様に毎日声をかけてもらって見事な花を咲かせるの。青いバラはお兄様のお家の窓辺に飾られて、道行く人たちをたくさん幸せにできたんだよ。トレーナーさんもそう思う？嬉しいな。ちっちゃい頃、初めてこのお話を読んだ時にね、ライスもこの青いバラみたいになりたいなって思ったんだ。みんなを不幸にしちゃうダメな子じゃない。みんなを幸せにできる青いバラに。そう思い始めた頃に、お母様がね、ライスをレースへ連れて行ってくれたの。レース場は人がいっぱいで、迷惑かけたくないから、お家でいつもじっとしてたライスのお目目ぐるぐるになっちゃったけど、でもね、それでもしっかり覚えてるんだよ。周りの人みんなレースを目いっぱいの笑顔で見てた。応援してる子が頑張ってレースで勝ったら、みんなとっても幸せそうなお顔になってた。それでライスもね、あんな風になりたいなって思ったんだ。みんなを不幸にするだけの
ダメな子じゃなくて、みんなを幸せにできる、そんなウマ娘に。トレーナーさんありがとう。ライス、頑張ってトレーニングするね。トレーナーさん、大事なお話って何？デビュー戦？じゃあライス、とうとうレースに。大丈夫。選抜レースの時みたいにはしないから。トレーナーさんも一緒だし、ライス頑張るよ。頑張るぞ。わあ、これね、お母様が教えてくれたの。こうやって言ったら頑張る気持ちが湧いてくるよって。トレーナーさんも一緒にやる？ライスも。おーライスちゃんのトレーナーさんだよね。よーし、それじゃあミホ寮に向けて出発。ライスちゃん、朝からミホ寮のみんなとずーっとかくれんぼしてるの。石山さんもパクシン王さんもみんな探してたんだよ。面白そうだったから私も参加してきたんだ。それでね、ここかなーって隅っこの空き部屋覗いたらライスちゃんのこと見つけたんだけど、ちっちゃな声でトレーナーさんって言ってるのが聞こえたの。多分ライスちゃん、トレーナーさんにピーケってしてもらいたいんじゃないかな。だから一緒に行こう。うららが案内するよ。あ、うらら、ライスは見つかっておい、なんでトレーナーを連れてきてんだよ。まさか中に入れるつもりじゃないだろうね。ウマ娘寮にトレーナーは立ち入り厳禁だよ。ごめんなさい。でもライスちゃんが呼んでたから。ああ、もうしょうがねえな。今だけ特別だ。寮長権限ってことで許可してやるから、とっとと行きな。石山さん、ありがとう。トレーナーさん、こっちだよ。コンコンコン、ライスちゃん。うららちゃん、どうしてここが。ライスちゃんが呼んでたからトレーナーさん連れてきたよ。トレーナーさん。トレーナーさん、ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ライスはごめんなさい。どうしてトレーナーさんはそんなに優しいの？ライスはこんなにダメな子なのに。ダメだよ。ライスはダメのダメっ子だよ。変わろうとしたんだよ。何回も。お母様と離れ離れは嫌だったけど、トレセン学園まで来たよ。いっぱいトレーニングもした。レースにも申し込んだ。だ
けどダメなの。レースに出るって考えるとどうしても怖くなっちゃうの。選抜の時も今も。青いバラには絶対なれないって分かっちゃうこと。アイスなんかがレースに出ても誰も幸せにできないって分かっちゃうこと。レースに出たら本当のことが分かっちゃう。この先ずーっとダメな子だって分かっちゃうかもしれない。そう考えたら怖くて震えが止まらないの。ごめんなさいトレーナーさん。もうライスのことなんかこんなダメな子のことなんか諦めていいから。それはでもトレーナーさん諦めないでいてくれるの。アイスは変われるって信じてくれるの。頑張れライス、頑張れ。あ、ライスちゃん出てきた。あ、うららちゃん待っててくれたの？ライスちゃん頑張るの？じゃあうららも応援するね。頑張れライスちゃん。うららちゃん、ありがとう。頑張るぞ。足も手もまだ震えてる。指がすごく冷たい。でもトレーナーさん、あのね、行ってきます。私は私のことが嫌い。迷惑かけてばかり、みんなを不幸にしてばかりのダメな子だから、ずっと大嫌いだった。だけど先頭が第3コーナーを通過。ここで外から上がってきたのは漆黒の馬娘ライスシャワー。変わりたい。諦めたくない。ダメな子のままじゃ嫌。絶対に嫌。私だってみんなを幸せにできる青いバラに。残り 200m を切り出して先頭になったのはライスシャワー。最後の直線2番手と熾烈な争いです。残り 100m、 果たして最後に制するのは。私はなりたい私になるんだ。ゴール！勝利を手にしたのはライスシャワー。激しい争いの末、最後に意地を見せました。いいぞライスシャワー、素晴らしいレースだったぞ。ワクワクしちゃった。また次も見に行くからね。トレーナーさん、一個わがまま言ってもいい？トレーナーさんのことお兄様って呼びたいの。ダメかな？いいの？
します。